二の腕のタルタルが気になる方が、きついエクササイズをしなくってもスッキリする方法についてお伝えします。こんにちは、はこです。今日は二の腕のお話です。二の腕というとね、タルタルがね、気になって一生懸命ね、エクササイズやマッサージをね、している人が多いと思います。今日は3つのポイントに絞ってお話ししたいと思います。1つ目は、どうして二の腕がね、たるんでしまうのかっていう理由についてのお話。2つ目は、肩甲骨が動くのを感じてみるという実験をしたいと思います。3つ目は、日常生活の中で簡単にできる肩甲骨を引き締める方法についてお話ししたいと思います。では、1つ目のどうして二の腕が太くなってしまうかについてお話ししたいと思います。その理由はズバリ日常生活で使われていないからなんですね。で、使われているっていうのはどういうことかっていうと、物を取るとか、上に手を上げるとかね、引き出しを閉めるとか、押すとかね、そういう日常生活の中で肩甲骨から腕を動かすことができると、自然とここは使われるんですね。でも、肩甲骨から使われないと、皆さん多分ね、腕を肘から下に動かすことが多いと思うんですね。例えば、そこに物があったら、私はこう取るんですけど、そこに移動して、こうね、取る方もいらっしゃると思います。こうすると同じものを取るという動作にしても、肩甲骨から行く人と、この肘下でこう行く人だとね、全然この使っているね、このリーチ力、使っているこの二の腕のね、ここのね、角度とか使い勝手が違うわけですよ。そうするとですね、使われないものはタルタルになるわけです。なので、肩甲骨から腕をね、動かして使ってあげるっていうのが大切になります。で、使うっていうと、筋トレ、エクササイズをね、して使おうと思う方がいると思うんですけど、でもそれってエクササイズの時に使うわけじゃないですか。でも日常生活で使わなかったら、エクササイズの時に使うパンプアップしてちょっとつくか筋肉がついてね、ちょっと引き締まったように思うんですよ。でも使われなくなったらその分たるんじゃうので、結局エクササイズで使うっていうか、エクササイズつけるっていうことは日常生活の中で使っていることにはね、ならないので、これもまた二の腕がね、太くなっちゃう原因になるんですね。はい。では、肩甲骨から腕が動くってどういうことなんだろうっていうのがちょっとわかりにくいので、体感していただきたいと思います。で、まずね、仰向けにゴロンと寝てください。はい。で、そしたら片方のね、腕を動かしていきます。まず、ちょっと自分に手を当てて、はい、そこから手のひら上向きに開きます。で、このまま床の上を通って、ずるずるっと下に腕を下ろしていきます。そうすると、腕をこの下ろすときに、肩甲骨が床に当たって、なんかぐるぐる動いてるっていうのがね、わかると思うんです。もう一回やってみましょう。自分から手のひら上向きで伸ばす。ゆっくり下ろす。このぐるぐるってしてるときに、肩甲骨がね、マットに当たって、なんかこの辺が動いてるぞっていうのがわかると思うんです。で、これわからない方もいます。で、わからない方はどういう人かっていうと、こっから伸ばすときに肘がね、曲がってたりとか、この手がね、自分の方に近づいてると感じられないんですね。これが日常生活で肘下を使ってる人のタイプの方はこうなります。なので、ちょっと自分が思うよりも遠くに手を置いてみてください。で、これでぐるぐるっと動かしてみると、さっきは近場にあるときは感じなかったのに、遠くに手があるときは、なんかぐるぐる動くのがわかるっていう方がいます。これが肩甲骨からぐるぐるっと
腕を動かしているっていうのを感じる実験になります。何回かやったら、ちょっとね、腕が伸ばせるところの位置まで座ってみてください。どうです？私分かりやすいのでね、ものすごく左右差が出てしまいましたが、肩甲骨から動かせるようになると、この辺ね、肩周りとか、実は脇の筋肉もね、動くんですね。そうすると、腕がね、こう動きやすくなって、肩が開きます。ね、横から見ると、やってない方は手がね、前の方に来てますよね。こっち見ると、手が後ろの方に来てますよね。で、肩甲骨から手が動かしやすくなると、腕を上げてみると、ね、ほら、こっちの方が後ろに行きやすくなるんですね。腕のね、可動域が広がります。で、反対もやりましょう。仰向けに寝て、はい、自分から横に手を伸ばす。だからちょっと遠くに置いてください。で、ぐるぐるっと下ろしてきます。もう一度自分から手のひら上向き。ゆっくり下ろしてきます。で、ちょっと余裕がある方は自分からちょっとね、斜め上に置いてみるとよりね、可動域が広くなります。もう一回やりましょう。自分から遠くに置いて肩甲骨が動いてるのを感じながら腕を下ろしてきます。はい。よいしょ。これで両方の手が上げやすくなりました。はい。では3つ目のどうやって日常生活で二の腕を使うかっていうね、お話をしたいと思います。ね、さっき一番最初にお話ししたように、物をね、取るときもイメージして、腕は肩甲骨から生えてるんだったと思って、こういうふうにね、動かしていったりとか、上にあるものを取るときもね、リーチ、腕を伸ばして取るとかね、それが自然にね、なっていくといいんですけど、頭の中でいつもね、この肘下だけでやってた人は、多分もう、こう行くことが、自分が行ってこう取ることが癖になってると思うので、肩甲骨を緩めて動かしやすくしておいて、普段の生活からね、肩甲骨、動かしていくことが大切です。あと、私の一番のおすすめは、ダンスすることだと思ってます。で、ダンスって全身動かすんですよね。で、結構ね、手をこう支えてる時間だったりとか、上げたり下ろしたりが多いんですよね。で、きついエクササイズすると大変なんですけど、ダンスってすごい楽しいので、踊ってるだけで実は二の腕がね、使われるので、ここにね、タルタルしにくくなります。ぜひね、皆さんも肩甲骨を緩めて、日常生活の中で肩甲骨から腕を使っていけるようにしましょう。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。